こんにちは、雄大です。久しぶりの秘密基地開拓編です。今回は倉庫の隣にあるスペースを開拓していきます。ここで自分の車で車中泊をしたり、露天風呂やピザ窯などを作り、野外基地を本気で作っていきます。秘密基地 DIY は1年前ぐらいに YouTube で更新してたので、知らない人は秘密基地編の動画を見てみてください。キャンピングカー作りも落ち着いてきたので、秘密基地の方も再始動していきます。今までの開拓を簡単に説明すると、長年使われてない倉庫を掃除して物を出して倉庫の中に部屋を作りました。ここにロフトベッドとかキッチンスペースを作り、残りの半分は工房にして物作りができるスペースになってます。秘密基地の動画も近々総集編として更新します。それでは野外基地開拓スタートです。はい、今はこんな感じで雑草が生えてて、地面も凹凸した状態で固まっちゃってるので、草刈りと重機で開拓していきます。刈っても刈っても生えてくるので、刈った草はそのままにして置いておきます。野外基地の計画は、ここに湧き水が溢れているので、まずは水風呂とサウナを作ろうかなと計画中です。あとは目隠し用にもなる薪棚を作って、キャンプがしやすいようなプライベートスペースにしていきます。もうずっと作るって言ってるツリーハウスとかも早く作りたい気持ちは山々ですが、基本的に一人で開拓してるので、時間をかけてコツコツ一つずつやっていきます。一人で練習しながらやってたら、重機の仕事をしている中学校の友達が見に来てくれることになりました。重機関係の仕事をしてるので、もう7年以上の職人です。もうめちゃくちゃ操作が速くて、すぐ平らになってました。なんか入り口の部分もしっかり固めてくれて、水の勾配とかも考えながらやってくれたみたいです。はい、このままだと雨でぬかるんでしまうので、後日砂利を敷いて、その上にウッドチップを敷き詰めてみることにしました。ウッドチップは2トン満帆に入れて持ってきてくれて1000円ぐらいだったので、大量に敷き詰めていきます。
しい。はい、最後までご視聴ありがとうございます。キャンピングカーをね作ることになったりいろいろしてて、久しぶりの秘密基地編の動画になりました。何回も言ってたのですが動画に出してなかったので、これからやる野外基地シリーズは動画にしていきます。構想は車中泊がしやすくて、焚き火台とかピザ窯とかも据え置きで置いて、もうそのままキャンプができるような場所にしていきます。まずは目隠しにもなる大きめの薪棚を作る予定で、湧き水がね大量に溢れてるので、それを利用して水風呂とサウナを置こうかなと思ってます。水風呂も後々は水路みたいなのを作って、そこを足水みたいにしたり、ブロックとか石で作る露天風呂みたいなのを作ったりと、いろいろやりたいことはねもうめちゃめちゃあるんですけど、焦らずこの過程をゆっくり楽しんでいきます。面白いアイディアとかある方はぜひコメントください。自分の理想の秘密基地に近づけるようにコツコツレベルアップしていきます。一番作りたいのはねツリーハウスなんですけど、ほんと結構 1,2 年前ぐらいから作るって言ってるんですけど、まだ作ってなくて、でも本当に構想中で、やりたいと思ってたのは、全部やっていこうと思ってるので、マイペース更新ですけど、応援してくれる方はチャンネル登録お願いします。